この画像がこんな感じ、こういう感じですね。で、これで強調しても、こんな感じ。フラットできてるかなってとこですね。簡単に天体写真のフラット補正をしたい方、こんにちは。今日はソフトビニングフラット補正の5つのポイント、いくつかポイントですね。それをちょっとアップしたいと思います。前にですね、一応この2分でできる天体写真のフラット画像の作り方、ソフトビニングフラット補正ということで、アップしてる記事のちょっと上手にする5つのポイントということで追加したんですけども、ちょっと記事に書くと分かりにくいので動画にしてみました。一応ですね、いくつかポイントがありまして、大きなポイントはこの、ミニマムフィルターかけすぎると丸いフラットがちょっといびつになっちゃいますよっていうことで、この辺の調整がメインですけどね、それをちょっとそっから細かく僕が普段やってるとこだけちょっとトーンカーブの星雲の消し方とか、ガウスぼかしとか、あとちょっと細かいところあるんですけど、その辺をちょっと動画にしてみようかなと。なかなか記事では伝わりにくいので、ね、そもそもこのケラレがですね、あるとどうしてもうまくいかない場合が出てくるので、そんな場合は四隅カットしてくださいねと。一応このフルサイズとか、センサーにフリンジが被ってるとかいうカメラもあったりしますし、反射望遠鏡の副鏡ですね、あれの大きさとかの組み合わせですね。で、結構フルサイズだとセンサーかぶりみたいなのをするので、そういうのがあるとちょっとうまいことできにくいよと。あとフードとかが長すぎてですね、フードケラレみたいなことを起こしてるとか、結構これあるかもしれないんですけど、反射望遠鏡とかで手作りでフード作ってたりすると結構あるんですけど、こういうのをなくした状態の方がいいですね。どうしてもなるんであれば四隅カットしてから、ソフトビニングフラット補正やればいいかなということで、とりあえずそのポイントをちょっとやっていこうと思います。で、これ、サンプルですけども、アンドロメダ銀河、後でオリオン大星雲もやってみたいと思います。こんな感じで周辺原稿してますよという、こうですね、周辺原稿してます。これを、とりあえずやっていこうと思いますけども、フラットとしておきます。で、画像、ソフトビニングですね。ソフトビニングして、ミニマムフィルターですけども、ちょっとサンプル用にもう一個ちょっとコピーしてこっちから、失敗するのはですね、例えばミニマムフィルター、10、ちょっと分かりやすいようにもっと10を2回ぐらいかけてみますけど、たくさんかけるとですね、強調してみたときに分かりやすいんです。このフラットの形が丸くなくてなんか変な感じになってるじゃないですか。こういう感じでかけすぎるとこういう感じになるので、その辺を頭に、これフラットの形で変わるんですよ。フラットの状態でこれで数値いくらかになるか決まってくる。これ写真によって毎回変わってくると思うんですよ。天体望遠鏡の状況とかっていうのが、焦点距離とかっていうのが、フラットって多分ですね、この撮影した天体写真のフラットの中心位置、これも中心位置がずれてるんですけど、これも中心位置ずれてるじゃないですか。本来はもうこの辺ですよね、中心。これですね、300ミリか400ミリぐらいで撮ってるんですけど、この中心位置が違うんですよ。多分この辺だから、撮る写真によってアンドロメダって中心部明るいので、撮るとこの映った対象がここが明るいんですよね。もともとここはちょっともともと撮ると中心がずれてるので、本来ここに持ってくればいいんですけど、撮ったのがここなんで、ですんでこのフラット具合も変わるわけですよね。それとか、あと郊外とか
もっと低い位置で撮れば下が明るくなって上が暗くなるので、もうちょっと中心位置が下に下じゃないかな、下ですね、中心位置が下に、フラットの中心位置が下になったりしますよ。それなんでフラットって撮ってる対象によっても変わりますし、中心位置ですね。で、郊外によっても変わるし、いろんな周囲から入る車が行ったり来たりとか、街明かりとか、フードの形ですね、歪み。これ手作りの、僕反射望遠鏡手作りのフード使ってるんですけど、毎回カパッとはめると、段ボールとかああいうなので作っているのでちょっと変わるんですよ、フラットの形が毎回。でそういう付け方ですね。そんなんでも変わりますし、センサーが被ってるかどうか、時間による空の明るさですね。これも撮ってる1時間でも刻々と空の明るさ変わってくるんですよね。9時から10時11時とかに撮ってると空の明るさ変わるんで、写真の一枚一枚違うんですけど、深夜1時とかになってくるとね、落ち着いてくるんですけど、でそんなんでフラットって毎回違うんですよ。ですんでこのミニマムフィルターもやりすぎないようにする方がいいかなと。例えば僕は基本やるときに1とか2とか3とか、1、2ぐらいでこれだったらやりますかね。でOK すると。で中心はこの辺はトーンカーブで消せるんで気にならないんです。ちょっと中心が外れてる端っこの方にまだ残ってる場合があるんで、この場合はこんな感じで、自然になるように消しますよと。でこれも消してでもいいですけどね、なんとなくちょっと薄くしとくかな。であとはトーンカーブで消せるので、それでこれでちょっと強調してみますね。そうするとこんな感じでフラットが丸いまま残ってますよってことになるんで、こういう細かい数字でやっていけばいいかなと思います。この辺もちょっと残ってるんで、ミニマムフィルターでちょっと消しておくと。で、スターシャープってあるじゃないですか。スターシャープでもいいんですけど、僕はなんとなくちょっとこれ、フラット、スター、なんとなく使ってないんですよ。なぜかというと、この、スターシャープ、これでも消せるわけですよ。消せるんですけど、スターシャープを使うとなんていうんですかね、明るい星構成がやけにぼやけるんですよ。この構成が消すだけじゃなくて、何かこのガウスぼかし的な機能がかかってるのかっていうことは、この白いところがぼかしをかけると広がるんですよね。広がる。で、後でまたガウスぼかしするんで、さらにこの白い部分が広がる。ってなるとフラットが合わなくなりやすいというか、ちょっとだけですけど、それがちょっと気になって使ってないんですよ。ミニマムフィルターだと、基本的にこの明るい部分が削られる感じがあるので、暗い部分が増えると、明るい部分が少なくなるって感じですね、ミニマムフィルターは。だからミニマムフィルターでこの白い部分をちょっとちっちゃくして、その後にまたガウスぼかしで広げてて、ちょうどなんていうんですか、プラスマイナスゼロにはならないんでしょうけど、ちょっとそっちの方がいいのかなと。ちょっと分かりにくいかな。それでちょっとミニマムフィルター使ってる感じあるんですけど、でこれがこうなんで、ここからですね、次トーンカーブですね。ト
トーンカーブは、こんな感じで、いつもポイントを打つんですけど、多少動いてもいいですけど、後で調整するんで、こうポイントを打ちますよっていうのは、要はこの辺があまり変わってほしくないんですよ。なるべくこの静音が映ってるところだけ消したいので、こんな感じでちょっとしておいて、で明るいところはとりあえず下げていってって感じですね。でちょっと一回様子見でこういう感じで、ここを中心部を暗くしすぎない方がいいですね。暗くすると後で明るくフラット処理した後の画像が中心部が明るくなるんで、やりすぎは禁物ですけど、この時にいつも何見てるかっていうと、フラットってこれ静音を消すっていうよりも滑らかに明るさがだんだん中心部に向かって明るくなっていく。それをちょっと自然になるように境界線が静音と背景の境界線がなんとなく目立ちにくくなるようにいつもしてる感じですね。完全に静音を消すと暗くするとフラットがおかしくなるので、最後にこの辺を見てますよね。この辺をこの枠のこの画像の場合はでこんな感じで、この辺自然じゃないですか。この辺がでちょっとこの辺がまだ残ってるんで、ちょっと細かい作業ですけどね。こんな感じとか、もうちょっとこれを下げてあげてもいいかもしれないですけどね。こんな感じでちょっと目立ちにくくなったじゃないですか、静音が。この程度でいいと思うんですよ。あんまりこれ暗くしすぎると、ここを暗くしちゃうと後で元画像がここが明るくなるんで、こんな感じですかね。こんな感じでやってみますかね。で今こんな感じになってますけど、でここから動かしますよと。でちょっともう一回コピーしておきますけど、ちょっと失敗例というか、これも例えばぼかし25としてどうなるか。25するとちょっと分かりにくいかな。ちょっと形がいびつに、もう一回25したら分かるかな。こういう感じでちょっといびつになるじゃないですか。やりすぎるといびつになるってことなんですよ。いける場合もありますよ。この周辺原稿が少ない場合は、形によってはいける場合もあるんですけど、こうなると嫌なので、ぼかしを例えば10ぐらいでやってみるとか。そうするとそんなに目立たないかな。これでもいいと思うんですけど、ソフトビニングした上でガースぼかし10なんでかなりぼかしてますんで、例えばもう一回5ぐらいしとこうかと。もし静音の形が気になるんであればもうちょっとやっててもいいかもしれないですけど、こんな感じで、これでサイズを戻しますよとで最後にこれでもいいんですよ。これでも一応これで基本 OK なんですよ。これで OK なんですよ。これでも OK なんですけど、いいですよ。これで完成で、あとこの画像で計算ここねやってもいいんですけど、僕もう一つ最後にですね、この隅っこの明るさ確認してるんですよ。
25、一番暗いところ、どこ右でもどこでもいいんですけど、端っこの角の一番暗いところを、大体25点、ここ見てると、この輝度のここを見てると明るさ出るので、25.6 とかそのぐらいですよね。で、こっちの元画像の方もちょっとこう合わせて、今 22.3 ぐらいなんで、これならいいかなという感じです。ただ、もうちょっと、このレベル補正のこの最小値の方だけ、これちょっとこう、若干明るくして、これ30ぐらいになりました。こっち22.6 ぐらい。このぐらいかな、みたいな感じで、いつも5から10ぐらいちょっと気持ち明るくするんですよ。でもこれでちょっととりあえずやってみましょうか。ちょっとこれ複製しといて、これもちょっと複製しておいて、これちょっと保存しますんで、フラットを保存しますよと。で、画像ダークフラット補正のこのフラットのところに、今のこの作ったやつを指定して、プレビューと。これでフラットできてるかなっていうところなんですけど、こんな感じですね。で、どのぐらいフラット処理ができてるかっていうので、ちょっと強調してみたいと思います。一番最初、この、だいたい合わせといてくださいね、この、ホワイトバランスはね、その方がいいですから。で、こう、フラットを強調してみると、いけてるじゃないですか。ここもまっすぐになってますし、だいたい。で、普段なら、こうして、ちょっとこう明るくして、こんな感じで、強調しますとか、トーンカーブをしますとか、トーンカーブをしますとか、いろいろ僕は星マスクしてとかいろいろやりますけど、とりあえず、後で強調処理していくじゃないですか。で、もっと強調したければ、デジタル現像とかもあるじゃないですか。デジタル現像したとして、僕いつもこう明るさ見たりしますけど、こんな感じとか、適当ですけど、強調します。これでフラットできてて強調しやすいですよという感じになりますよね。これで強調しても、こう休みもこういい感じかなと。で、このですね、なぜちょっとこの隅っこを明るくしたというか、最小値をやって、この辺も若干明るくなりますけど、ここを気にしてやってるかっていうと、これちょっと最初のに戻しますんで、フラット。で、仮にですね、ここをちょっと元画像より明るくする感じですね。こっちが22.6 なんで、こっち30ぐらいにしてるんですけど、これで今さっき合ってましたよね。で、これをですね、例えばちょっと分かりやすいように極端にしますけど、暗くした場合、暗くした場合ですね、これは7とか8ですけど、7.6。こんなことわざわざする必要ないんですけど、ちょっと分かりやすいように。で、フラットにとして保存して、で、これで、フラット2と。で、しますよと。大体パッと見 OK ですよね。ですけど、こう強調させて、強調をしてですね、さっきと同じようにデジタル現像とか、ガンガン強調していったときに、
体合わせておきますけど、こうしてですね、これでも分かりにくいですけど、もっとちょっと強調してみますね。こう強調したときに、分かりますかね。ここまでやると変ですけど、中央もちょっといびつになっちゃいましたけど、この僕が気にしてるのは、この外が、中心より外が明るくなるのが嫌なんですよ。どっちかといえば外が暗くて中が明るい方が画像処理がしやすいんですよ。これちょっと極端にやったんで中心ちょっと丸くなってますけど、外がこれ明るくなってるじゃないですか、強調した時に。これがちょっと画像処理がしにくいっていうか、そういうことなんですよ。なぜかというと、星雲マスクとか星マスクとかいろんなマスク作るときにすごい強調させるじゃないですか。例えばこういう、元画像からいろんな方法でマスク作ったりするじゃないですか。ソフトビニング、マスクみたいなのでしたら、黒、ちょっとあれですけど、これちょっとですけど、例えば星を消して、スターシャープでもいいですけど、スターシャープじゃあれかな、ミニマムフィルターで星を消して、こんな感じで消して、例えばとりあえず簡単にやってますよ。こうやって星雲だけ残したいとかあるわけですよ。星雲だけ残したいって時に、ここまで白くなってしまうと強調させたりなんかする時に、これですよ、これ。こうやって、ここまで強調しないですけど、ここが白いと、マスクとして、後でマスクとして作った時に、またここを後で処理しないといけないんですよ。ちょっと暗くして、こんな感じで、またこれめんどくさいなというので、周辺原稿をこうしてみたりとか、後でめんどくさい。また他のソフトでですね、ここを黒く塗りつぶしたりとかしないといけなくなるんで、マスク作るときに結構めんどくさいんで、もうそもそもフラットホースの段階で微妙にこっちの方を暗くしときたいと。っていうので、装飾法がやりやすいんで、この明るさをいつもちょっと最後に確認して、ちょこっと5から10ぐらい明るくしてると元画像より、その方がうまくいきやすいかな。どっちかというと若干この周りが暗い方がやりやすいかなっていう感じですね、画像処理が。ただそれだけなんですけどね。だからどっちでもいいんですけどね、別にそこまでしない人はしなくてもいいんですけど、どっちかというとそんな感じでやってますよという感じですね。はい。これが一応ポイントかなっていうところですね。一応記事にも書いてるんで、ここにも動画アップしときますので、この下あたりとかどっかにアップしときますので、下か上か。はい。そんな感じになってます。で、次、オリオン大星雲をちょっとやってみたいと思います。で、次に、オリオン大星雲をやってみたいと思います。結構広がりのある星雲ですよね。これをちょっとやってみたいと思いますが、だいたいホワイトバランス合わせてますけど、ちょっとこっちの方が暗いですよね。そんなに、コンポジットして自動カットある程度してるんで、先ほど周辺原稿してないですけど、これちょっとやってみたいと思います。これを、複製、フラット、42としようかな。で、ソフトビニング、そして、ミニマムフィルター。星が消えればいいので、
外側の星が消えてくれると基本いいんですけどね。3ぐらいとか、もう一回やってもいいかな。で、変に崩れてない。この3ぐらいだったら大丈夫でしょうけど。で、不要なところは、ちょっと隅っこの明るいところはちょっと囲んでですね、ミニマムフィルターをかけてる感じですね。ちょっと目立たないように、こんな感じでちょっとこの辺も星があって白くなってるので、目立つとこだけちょっと押しててもいいかなってとこですね。この辺も星があったので、適当でいいですけど、この辺りは。で、しましたよと。で、トーンカーブですね。こういう広がりがあるときはこういう、あれなんですけど、広がりがあるってことは、ポイント多分この辺になってくると思うんですけど、この辺に打って、どこかなってとこですね。で、ここを基準にまっすぐしてみます。中心部が、ちょっと中心削りすぎかな。で、もう一個この辺にポイントを打って、これを下げて、もうちょっとですね、この周りがもうちょっと暗くなってほしいかなってところで、この辺にポイントを打って、ちょっと下がりましたよね。もうちょっとあんまりあれですけど、ちょっとこのぐらいいいですね。この徐々に中心に向かってなってる感じで、この辺がいいかな。ちょっと細かい作業ですけど、だいぶこれで星雲の形がボケたんで、もうちょっとやってもいいですけど、あんまりやりすぎるとあれなんで、このぐらいでいいかなと。で、あとぼかしていきますよと。いくらぐらいぼかすかですけど、そんなにこの場合変わらなかった。25とかでもいけそうですけど、ちょっと複製していくらぐらいがいいのか、25だとどうなるのか。これでもちょっとこの辺が気になるんで、やりすぎかな。無難なところで 10ぐらいを2回ぐらいかけとこうかなとか。25でも良さそうでしたけどね、今。もんじゃないですか。25でも良さそうでしたね。いいか。とりあえずこれで、サイズを戻しますと。で、最後にここが 37.8 が一番暗い、こっちが40ぐらいなの、37.4 ですんで、もうちょっと逆です。明るく42、37、もうちょっと気持ちいい。ちょっとやりすぎたかな。ちょっと細かい作業ですけど、40、こっちが39、36、
46、ちょっと10近く明るくしましたけど、これでよしとして、これで保存しますよと。で、42。これでどうだ？これでいい感じかなと思うんですけど、これで、ちょっと強調してみますね。こういう感じですね。均等にこうなってるかなって思うんですけど、でこんな感じですね。強調すればするほど白飛びしますけど、こんな感じでやってデジタル現像とかやるんですかね。こうして強調すれば分子雲みたいなのも出てきますけど、とりあえず例えばこんな感じとか、もうここからまた強調したりとか、静音マスク作ったりとか、いろいろノイズ処理したりとかいろいろありますけど、強調ができますよという感じですね。こんな感じでフラットやってますということです。この辺がポイントになるので、これですよね。この丸くなる、この辺を意識しながら、確認しながら、かけすぎだなとか、ミニマムフィルターも、ガウスぼかしも、この辺をちょっと気にするといいかなというところですね。で、トーンカーブの、あれもう下手にこの星雲を暗くしようとするとおかしくなるんで、単純にこう中心に向かって徐々に明るくなってるといいかなと。この境界線が重要ですね。この境界線が。で、フラットってもう毎回変わるはずなんですよ。なので、いろいろ光害、周囲の明光、入ってくる明光、フードの形、歪み、センサーかぶり、時間によって空の明るさが違うぞなんで、事前にフラット画像を撮っててもうまくいかないことが結構あるんですよね、僕も。だから多分この辺関係してくると思うんで、一応何か、副作用があるんでしょうけど、でもフラットはこれがやりやすいかなというので、未だにこのソフトビニングフラット補正使ってるんですけど、以上、ソフトビニングフラット補正の、ポイントでした。ありがとうございました。